こんにちは。イギリスオックスフォード在住の菜の葉です。イギリスの観光地としても人気なヨークでの旅行の様子をシェアしています。今回は前回に引き続き旅行2日目ヨーク旧市街での観光の様子と旅行3日目国立鉄道博物館の様子をお届けします。ぜひ最後まで見ていってください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。お昼ご飯からのスタートです。前回の動画でご紹介したシャンブルズマーケットで気になるものを買ってみました。名前はよく覚えてないけど。あ、うまい。ニンニクが効いてる。あ、ピザに近い。鶏肉がすごい美味しい。こちらはエビ天タコス買ってきました。パクチーじゃない。パクチーだよ。マジか。ちょっと避けて食べようかな。多分ライム。エビ天。赤いのがある。なんだろう。それ唐辛子。チリのチリ。チリ。避けた方がいい。エビ。おいしい。エビ天？まあフライかな。エビフライって感じ。フライでみたいな。美味しい。これからヨークミンスターへ向かいます。ヨーク旧市街の街並みとともに今回の旅行についてお話ししていきます。今回の旅行は3日間かけてヨークをじっくり観光するプランにしました。ロンドンからヨークへは電車で2時間から3時間くらいです。旅行2日目のこの日はヨーク旧市街を観光しました。この動画ではヨークミンスターとクリフォーズタワーの様子をお届けします。城壁歩きやシャンブルズストリート、シャンブルズマーケット、ヨークスチョコレートストーリーの様子は前回の動画をご覧ください。動画の後半では旅行3日目に行った国立鉄道博物館の様子もお届けします。猫のお店だね。かわいい。あ、出てきたよ。あ、目の前に出てきた。ヨークミンスターに到着しました。早速中を見学しようと思っていたのですが、入り口から長い行列ができていました。おそらく時間ごとに入場人数を制限していたのだと思います。訪問する際はホームページから事前に予約することをお勧めします。ヨークミンスターはイングランド北部を代表する大聖堂であり、中はすごく広く、ステンドグラスも素敵でした。運よくパイプオルガンの演奏を聴くこともできました。バラ戦争の終結を記念して作られたバラ窓、バラウィンドウっていうらしい。バラウィンドウ。白バラと赤バラが描かれてるんじゃないの？なんか赤いところとさ、白いところがあるよね。ここが有名な場所のステンドグラスで、その中世に完成したステンドグラスとしては世界最大級の大きさなんだって。そうなの？だから中世に完成したものではってこと。なんか一つ一つステンドグラスの説明とか書いてあるんだね。ヨークミンスターで一番気になっていたステンドグラスを見に行きます。最初はふらふらっと回っていけばそのステンドグラスのところにたどり着けると思っていたのですが、最後の最後まで見つけることができませんでした。館内マップを探し出し夫に見てもらったところ、入り口から見て左奥の部屋にあるということが分かりました。すごくない？そう、ここ来たかったんだ。もう360度ステンドグラスなの。でも天井がね、かわいい。ここ一箇所ステンドグラスないけど。本当に素敵なステンドグラスだったので事前に調べておいてよかったと思いました。調べていなければきっとこのステンドグラスを見ることはできなかったです。
床もさ、赤とベージュとブルーで可愛い。ほんとすごい。一面ステンドグラス。続いてタワーに登ります。時間帯ごとにバラ窓のそばから列になって螺旋階段を登っていくという感じでした。途中で渡り廊下のような通路を通ってさらに螺旋階段を登ると屋上に到着です。曇っていたもののよく旧市街全体を見渡すことができました。上から見ると分かるようにイギリスらしい茶色い屋根のお家が多かったです。そして地下には博物館もありました。こちらもバラ窓のそばに階段があり、そこから入ることができます。ヨークミンスターの歴史や建築方法の違いなどが分かりやすく展示されていました。続いてクリフォーズタワーに来ました。左側に映っているのはヨーク城の跡地に立つヨークキャッスル博物館です。年表になってるんだこれ。面白い。11世紀にウィリアム1世がヨーク城を建てたの。でそれが今跡地としてヨークキャッスルミュージアム。クリフォーズタワーもそのヨーク城の一部。で3世紀にそう再建してるんだ。Hello, sorry, have you got a ticket? はい、イエス。歴史を感じますね。この石1階と2階と屋根、屋上かがあるんだね。屋根に登れるとこ。あ、うん、上行けるよ。1階部分にはクリフォーズタワーの歴史などの説明がありました。クリフォーズタワーは見張り台として使用されていたとのことで、見張り穴などもありました。そう、あれがヨーク城の跡地。ヨークミンスターと比べると見渡せる範囲が狭いですが、説明看板があるところが良いと思いました。また、ヨークミンスターのタワーは275段の螺旋階段を登るので、体力に自信のない方はクリフォーズタワーに登る方が良いかもしれません。クリフォーズタワー自体は当時のまま保存されているという感じですが、見学しやすいように足場などがきれいに整備されていました。People tower, right? And ヨークミンスター。 Minster. The Easter as well. Have you done the walk around the walls? The walls? Yes, half a wall, but half a wall is tomorrow. We are gonna go. ヨークシャープディングを求めてクリフォーズタワーからすぐ近くのレストランに行きました。ヨークシャープディングはこのヨークシャーで生まれたイギリスの定番メニューです。ローストビーフなどの付け合わせとして食べることが多いようです。Thank you. Enjoy. Yep. シーバスディナー。シーバス。エビとムール貝もついてるね。ね。美味しそう。こっちがビーフディナー。これがヨークシャープディング。ちょっと。でも結構、ふわふわしてる。ヨークシャープディング。なんか、なんだろう。私、ネジみたい。最後に旅行3日目に行った国立鉄道博物館の様子をお届けします。国立鉄道博物館は鉄道関係の博物館としては世界最大級の規模だそうです。ゆっくり見ていたら1日では足りないくらいに展示物が充実していました。これロケットって呼ばれてたんだ。ナンバーワンって書いてある。こちらに並んでいるのはすべて王室専用客車です。内装が豪華ですごく素敵でした。こちらは郵便局だそうです。昔は列車の中に郵便局があったようです。あ、トラベリングポストオフィスだって。このまま、そっか、運んでたんだ。これ、こういう券売機を使ってたんだね。
大宮のところのさ、鉄道博物館と姉妹博物館なんだって。駅弁があるよ、駅弁。おいしそう、食べたい。梅干しとかすごい食べたいって思う。実物大の列車がたくさん並んでいて、すごく楽しかったです。本当にたくさんの列車が並んでいるので、全てをゆっくり見て回る余裕はないほどでした。ただ列車を眺めるだけではなく、列車を下から見上げられるような展示もありました。ここが駆動部。駆動部。で、中がこうなってるんだね。ああ、ここで燃やすんだね。列車の模型や実際に使われていたものなどのコレクションが展示されているコーナーに来ました。ロンドン&ノースイースタンレールウェイって書いてあるの、一番上に。だからそこで使われてた食器なんじゃないのかなって。これ設計図なんだね。全然この辺とか何書いてあるかわかんないよね。いっぱい線があって。この動画は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございます。今後も私たちのイギリス生活や旅行の様子をお届けしていきます。感想などをコメントしてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。なのはでした。